小島監督はプロモーションのビジュアルコンセプトにこの言葉を選んだ。僕が手掛けた最初のメタルギアっていうのがこのスネークのサーガを含むシリーズということで、それがとりあえず今回終わるという宣言での散るですね。花が散った後っていうのはその種子が飛ぶわけですよ。もうスネークの体の中にある種子がいろんな DNA が飛んで、それが火星の中を漂いながら新しい新天地で実を結ぶっていう、そういう思いの散るです。いろんな遺伝子とかを皆さんに受け継いでもらって、次の世代のクリエイターが、メタルを継続していってくれたらいいなという、そういう、内なる思いというか、そういうのがあります。小島プロダクションは200名近い大所帯。デザイン、プログラム、スクリプト、サウンド、いずれも業界トップクラスのクリエイター集団。広大なフロアの一番奥に小島監督のブースがある。ここから全てのアイディアが生み出される。僕の席がちょっと汚いです。ここです。ここです。今はここでゲームをチェックしながらですね、これに一個一個このアイテムを右にせえとか、ここは音はこうせえとかっていうのを書いていくんで、もうタコができてしまうのでこうつけてますがこうかな。そのすぐ近くにあるのが新川洋二のブース。キャラデザイン、メカデザイン、アートデザインの新川洋二さんの部屋です。こんにちは。こんにちは。2人は長年にわたり共にメタルギアを作り上げてきた戦友だ。いつもと変わらないんですけど、シリーズ通して、キャラクターデザインと世界観の設定というか、絵の部分全般を監修するという仕事ですね。しかし PS3 という新しいハードにより新川の作業量は膨大に膨れ上がっていた。ライティングとかの作業をしていく上では今までの PS2 とかに比べると、下手したら10倍ぐらいの、時間がかかってるのかなという気がしますね。出せなくはないけど全然完成してない状態。作業量の増加はハードによるものだけではない。キャラクターデザイナーの佐々木秀樹は物語の圧倒的なボリュームに悩まされていた。単純にその PS3 になったから増えた作業量も当然あるんですけども、今回ボリュームがものすごく多い。本作のデモシーンは8時間以上。登場人物は100人を優に超える。コスチュームのバリエーションであったりとか、いろんなエフェクトの作成であったりとかっていうのも、こちらで担当している、ところもあるので、実質、5倍ぐらい増えてるんじゃないかと思います。作業量の増加により開発は著しく遅れていた。メタルギアチーム今ピンチだと思います。でサウンドの方も、今結構ボロボロな状態ということを認識しています。MGS4 っていうのは本当に、すごい大きいプロジェクトで、難物だと思います。正直なところ、現在の、出来ですが、まだちょっとユーザーの期待するレベルにはまだ達していないと感じております。厳しい現実を痛感させられる。不安があるスタッフに小島監督の檄が飛ぶ。あと数ヶ月で完成しないといけないです。この数ヶ月がですね、ゲームでいうと 50% ぐらいになります。ここで頑張るか頑張らないかでクソゲーになったりゲームになったりというそれが重要な時期です。最後の数ヶ月でゲームのクオリティが決まる。小島監督はスタッフに繰り返し訴えた。最後の2、3ヶ月ですね。ゲームデザインを、周知というか繊細にして、
石橋叩きながらものを作っていくんですけど、やっぱり全部の部品が揃ってですね、一通り最初から終わりまで音楽も入って、エフェクトも入って、でその流れを通してやってみないとなかなかわからないことがあってですね、でそこでの微調整っていうのが、すごく効いてくるんですよね、細かいところが。作りっぱなしじゃなくて、何度もやりながらいろんな人の意見を聞きながら、細かいところを調整していくと、インタラクティビティなっていうかインタラクティブなメディアなんで、非常にこうかゆいところに手が届くというかですね、そういうサービスを提供することができるんですけど、この時期小島監督は最後の調整に入る。ゲームをプレイし、操作性、演出、難易度の調整を行う。修正箇所を紙に書き、担当者のところに行き指示を出す。これ香港のサプレッサーつけてるノイズ発生してる感じです。部屋に戻り再びゲームをチェックする。朝から晩までひたすらそれを繰り返す。今サプレッサーをつけてたんです。消音銃をつけてたの、銃声がしないのに見つかったと。今の本当しちゃいけない。そうです。銃声というか見つかってはいけないんです。今コーションなんですけど、これバグです。あと今やってたのは手すりのところでぶら下がってこうやると煙を入れてくださいっていうのを言ってたんで、それのチェックで入ってました。あとアイテムがこの台の上にここにありましたけど、これが本当にここから飛んで取れるかどうかっていうチェックです。あとこの辺の足音のチェックとかをしてました。細部にわたり細かい指示を出し続ける。これが検査表と呼ばれる小島監督からの修正依頼書。しかし何とも読みづらい。ほとんど読めないと思いますけど、これを読めるようになるんです。この汚い字がある日突然読めるようになるんですよ。本当に読めるようになるのだろうか。小島監督と付き合いの長い松花プロデューサーに話を聞いてみた。監督と一緒にこうゲームを長年作ってきた人でないとね、読めないと思うんですよね。この紙を監督からこれ来たよパッとこう渡しても伝わんないなと思うことあるんですね。そういう時は逆に通訳書くんです。これはこういうことっていうのを書いて渡したりもしてます。1月15日、初めてのモニター会が行われた。ボス的のチェックというかですね、ちゃんと解けるかとか、大体どういう武器でどれぐらいかかるとか、そんな感じです。この日は制作スタッフ以外の人間が初めてプレーをする日。3年間の成果が今試される。スタッフの誰もがモニターのプレイを食い入るように見つめていた。反応は上々。思わず笑みがこぼれる。うまくはまってる人もいるんで、こっちが用意した、でも最初のモニターとしてはいいんじゃないですかね。しかし別のモニター会では思わぬ問題が発覚した。本作の新機能であるオクトカムをほとんどのモニターが使用していなかったのだ。今回の肝っていうか、すごいゲームデザインの中心になっている新しい仕様なんですけど、なんと説明されてなかったっていう、ここに来て当たり前のように僕らはやってたんですけど、今までのシリーズをやってた人はこのオクトカムっていう知りませんので、それを使わずにいってる人が多くて、段ボールとか、ドラム缶をかぶって潜入してる人が多いんですよ。でそれちょっとまずいので、早い段階でオクトカムを教えないといけない。それをどう入れるかっていう今日朝言ってたんですよ。アイコンをゲットした表示を出して、新しいアイテムがありますよっていうことを知らせるのと、あとはちょっとブリーフィングっていう基本の操作が
このように図解で出る、トリセツみたいなものですけど、ここにも入れようかなと思ってますが、データを追加するのでこの時期結構厳しいんですけど、ちょっと入れたいと思います。で入れてみてどうなのかっていうのを今後またモニターとかでチェックすると、そういう繰り返し、根気のいるでも楽しいという時期です。しかし楽しんでばかりはいられない。ゲーム制作につきものなのがバグの発生だ。修正を加えればその都度バグは出る。だが商品にする上でバグは確実になくさなければならない。普通のうちではないです。最後はやっぱりバグを取るのがやっぱりメインの仕事にはなります。なぜかメモリが足りなくて動かなくなるとか、本来今までちょっとそういう現象なかったものが昨日になっていきなり出てきたり。ゲームに潜むバグを見つけ出す。そのために編成されたのがバグチェック隊。彼らは朝から晩までゲームをプレイしバグを探し続ける。その隊長を務めるのがメカデザイナー又手圭一。今何件ぐらい見つかってるんですか？どんどん直ってるものもあるんですけど、1万2000ぐらいじゃないですかね。最終的にどれぐらいまで？わからないですね、正直なところ。まだ今から新規要素が入ったりとか、噛み合わないところの調整とかも入ってまだまだ変化していくので、どんどん不具合が出てくる感じだと思います。しかし小島監督を筆頭にスタッフはギリギリまでクオリティを上げようとする。野尻慎太もその一人だ。野尻は本作でバイクイベントと尾行イベントを担当している。私のこの趣味の思考の問題なんでしょうけど、やっぱりゲーム、私が入ると割とちょっとバカなものを入れたくなるという形で、敵に向かってグレネード投げちゃったりとか、関係ってビッカったり連行されたりとか、ちょっとあそこだけ毛色が違うかなっていうのがあるんですけど、そこら辺はエンジョイしていただけると。ギリギリまでクオリティを上げようとするのは内部スタッフのみではない。今回オープニングを担当したのはローガンのアレクセイ・ティレビッチ。彼はギリギリまで作業を続け、ハンドキャリーで日本にデータを持ってきた。ティレビッチ氏に小島監督の印象を聞いてみた。I understand that he is a very passionate person and he is a perfectionist, which I can relate to, and I think he'll every little detail has to be perfect in order for the whole to be perfect. Like even him playing the demo, he's noticing little things here and there that could be better. He's able to see the big picture and also little details that make up the creative whole, you know, which I think is very difficult to keep in your head. So I'm not sure how he does it. しかし監督本人は自分を完璧主義者とは思っていないようだ。本来はもう完璧主義者であったはずなんですけど、ゲームっていくら完璧に作ったとしてもインタラクティブなんで、ユーザーが最後自分で完成させるんですよ。ゲームっていろんな遊び方をするんで、それを考えると、僕らができるのはここまでっていうラインがあって、だからこそ商品ができるんですよね。でもともと僕は小説とか書いてた頃もありましたし、映画も撮りたかったんですけど、そうなると自信はないです。完成させる自信はずっといじってるかもしれないです。ゲームだからこそできるというか、ゲームだからこそこれ以上はこだわっても、どうしようもないっていう限界みたいなのが見えてくるので。小島監督は映画や小説に夢中な少年だった。それなのになぜゲームの世界に飛び込んだのだろうか。あの頃はこれほど PS3 とかこういう性能はなかったんですけど、それでもすごい可能性が見えたんですよ。この新しいメディアとして、映画とか小説とはもっと違う、進んだもっとワクワクするような、そういうメディアに見えたんですよね。でまだ当時っていうのは、業界に入った時はやっぱり
夢破れてゲーム業界っていう人が多かったです。今とは違って脚光を浴びてなかったんですけど、漫画家崩れ、バンド崩れ、そういう人ばっかりです。グラフィックデザイナー崩れとか。でもやっぱり自分が夢見た世界でご飯を食べたいっていうそういう人たちばっかりなんですよね。CD 出したけど売れなかったけどやっぱり音楽の仕事がしたいからって言って、それがまあ20年前はみんなそうでしたね、開発の人って。だからすごい同じような感じの人たちがいて、すごい頑張りましたね、みんな。なんとしてもゲームっていうメディアを高めたいと、今はバカにされてるけどっていうことで、あの時の雰囲気は何とも言えない。村岡プロデューサーは小島監督と同期入社。彼は小島監督が手がけたポリスノーツに今までにないゲームの可能性を感じたという。話として見ただけですごい面白くって、もうゲームにするまでもなく、面白いもので、実際にゲームを今度プレイしてみると、私もその制作に加わってたんですけど、ストーリーだけではわからない、またドラマみたいなのが絵になって出てきて、すごい感動したんですね。それでこういうことがゲームの中でそういうことができる人ってすごいなってその時思いました。ゲームにしかできないことがある。だからこそ少しでもいいゲームを作りたい。その思いに突き動かされるように小島監督は連日修正の指示を出し続ける。もういついつまでって決まってる中で、こんな状態では出したくないと、こうしたいのにできないっていう悩みがずっとあるんですよ。もうこれがこのまま出たらまずいと、もっとクオリティ上げたいとか、喜んでくれるのかな、どうやなという、とにかくもうその作品のことしか考えられない。だが手を動かせばその都度バグは発生する。進行不能、絵が出ない、音が鳴らない、さまざまなバグがスタッフを苦しめる。例えばこのままエクシストなり EXIT で出てタイトルに戻って、全体がなるかどうか、どうしようかな。いや本当になってないんですよ。システムもなってないんですよ。常駐もなってないんですよ。バグをなくすのはプログラマーの使命。リードプログラマーのコレカドユージは限界を感じていた。それは2月18日のリーダー会議でのことだった。安定化したものを出します。でそれ出さないと絶対終わりません。いやだからそれは出すって言ってるやんから。いやだから出すから、それ出すために一回手を置きませんか、みんな。これ出した後に今ずっとやってたら3月末も多分ダメですわ。商品を確実に発売するためコレカドは修正作業の中断を提案した。それとでは出されへんからね、だって。そうですね。でも全部今のままやってたら上がらないと思います。だからね、こんだけ上がってきましたっていう、そのやり方がおかしい。やり方おかしいんですよ。更新の仕方がおかしいから、その直さな進まへんやんか。そういう議論ないもんだって。最後はできませんって言ったらしまいやんか、だって自分で。できませんってできるの変えたいものやんか、だって。だからそこ変えたいんで。いやだからそれは譲歩せなあかんので、なんでバグってんのか知りたい。おかしいねんだって。でも手動かしたら絶対バグりますよ。それは人ですもん。そんなこと言ったら物なんか作られへん。いやだからそれは絶対やっちゃいけないことなんですけども、コストとして計算しておかないと商品が危ないんですもん。それはクオリティを上げたい監督とデータを安定させたいプログラマー、それぞれの立場がぶつかり合う。でもそうだと思いますよ、監督的には。でやっぱり監督の方はこうどんどん言っていただいてですね。でも私らプログラマーはそれを止めてでも安定したバージョンを作らなくちゃいけないんで、そこでやり取りしながら一番いい落としどころを見つけていかなくちゃいけないんで、仕方ないですね、これは。アイコンをゲットした表示を出して、新しいアイテムがありますよっていうことを知らせるのと、あとはちょっとブリーフィングっていう基本の操作がこのように図解で出る、トリセツみたいなものですけど、ここにも入れようかなと思ってますが、データを追加するのでこの時期結構厳しいんですけど、ちょっと入れたいと思います。
で入れてみてどうなのかっていうのを今後またモニターとかでチェックすると、そういう繰り返し、根気のいるでも楽しいという時期です。しかし楽しんでばかりはいられない。ゲーム制作につきものなのがバグの発生だ。修正を加えればその都度バグは出る。だが商品にする上でバグは確実になくさなければならない。普通のうちではないです。最後はやっぱりバグを取るのがやっぱりメインの仕事にはなります。なぜかメモリが足りなくて動かなくなるとか、本来今までちょっとそういう現象なかったものが昨日になっていきなり出てきたり。ゲームに潜むバグを見つけ出す。そのために編成されたのがバグチェック隊。彼らは朝から晩までゲームをプレイしバグを探し続ける。その隊長を務めるのがメカデザイナー又手圭一。今何件ぐらい見つかってるんですか？どんどん直ってるものもあるんですけど、1万2000ぐらいじゃないですかね。最終的にどれぐらいまで？わからないですね、正直なところ。まだ今から新規要素が入ったりとか、噛み合わないところの調整とかも入って、まだまだ変化していくので、どんどん不具合が出てくる感じだと思います。しかし小島監督を筆頭にスタッフはギリギリまでクオリティを上げようとする。野尻慎太もその一人だ。野尻は本作でバイクイベントと尾行イベントを担当している。私のこの趣味の思考の問題なんでしょうけど、やっぱりゲーム、私が入ると割とちょっとこうバカなものを入れたくなるという形で、敵に向かってグレネード投げちゃったりとか、関係ってビッカったり連行されたりとか、ちょっとあそこだけ毛色が違うかなっていうのがあるんですけど、そこら辺はエンジョイしていただけると。ギリギリまでクオリティを上げようとするのは内部スタッフのみではない。今回オープニングを担当したのはローガンのアレクセイ・ティレビッチ。彼はギリギリまで作業を続け、ハンドキャリーで日本にデータを持ってきた。ティレビッチ氏に小島監督の印象を聞いてみた。I understand that he is a very passionate person and he is a perfectionist, which I can relate to, and I think he'll every little detail has to be perfect in order for the whole to be perfect. Like even him playing the demo, he's noticing little things here and there that could be better. He's able to see the big picture and also little details that make up the creative whole, you know, which I think is very difficult to keep in your head. So I'm not sure how he does it. しかし監督本人は自分を完璧主義者とは思っていないようだ。本来はもう完璧主義者であったはずなんですけど、ゲームっていくら完璧に作ったとしてもインタラクティブなんで、ユーザーが最後自分で完成させるんですよ。ゲームっていろんな遊び方をするんで、それを考えると、僕らができるのはここまでっていうラインがあって、だからこそ商品ができるんですよ。でもともと僕は小説とか書いてた頃もありましたし、映画も撮りたかったんですけど、そうなると自信はないです。完成させる自信はずっといじってるかもしれないです。ゲームだからこそできるというか、ゲームだからこそこれ以上はこだわっても、どうしようもないっていう限界みたいなのが見えてくるので。小島監督は映画や小説に夢中な少年だった。それなのになぜゲームの世界に飛び込んだのだろうか。あの頃はこれほど PS3 とかこういう性能はなかったんですけど、それでもすごい可能性が見えたんですよ。この新しいメディアとして、映画とか小説とはもっと違う、進んだもっとこうワクワクするような、そういうメディアに見えたんですよね。でまだ当時っていうのは、業界に入った時はやっぱり夢破れてゲーム業界っていう人が多かったです。今とは違って脚光を浴びてなかったんですけど、漫画家崩れ、バンド崩れ、そういう人ばっかりです。グラフィックデザイナー崩れとか。でもやっぱり
自分が夢見た世界でご飯を食べたいっていうそういう人たちばっかりなんですよね。CD 出したけど売れなかったけどやっぱり音楽の仕事がしたいからって言ってそれが20年前はみんなそうでしたね開発の人って。だからすごい同じような感じの人たちがいてすごい頑張りましたねみんな。何としてもゲームっていうメディアを高めたいと今はバカにされてるけどっていうことであの時の雰囲気は何とも言えない。村岡プロデューサーは小島監督と同期入社。彼は小島監督が手がけたポリスノーツに今までにないゲームの可能性を感じたという。話として見ただけですごい面白くってもうゲームにするまでもなく、面白いもので実際にゲームを今度プレイしてみると、私もその制作に加わってたんですけど、ストーリーだけではわからないまたドラマみたいなのが絵になって出てきてすごい感動したんですね。それでこういうことがゲームの中でそういうことができる人ってすごいなってその時思いました。ゲームにしかできないことがある。だからこそ少しでもいいゲームを作りたい。その思いに突き動かされるように小島監督は連日修正の指示を出し続ける。もういついつまでって決まってる中でこんな状態では出したくないとこうしたいのにできないっていう悩みがずっとあるんですよ。もうこれがこのまま出たらまずいともっとクオリティ上げたいとか喜んでくれるのかなどうやなというとにかくもうその作品のことしか考えられない。だが手を動かせばその都度バグは発生する。進行不能、絵が出ない、音が鳴らない、さまざまなバグがスタッフを苦しめる。例えばこのままエクシストなり EXIT で出てタイトルに戻って、全体がなるかどうか、どうしようかな。本当に なってないんですよ。システムもなってないんですよ。常駐もなってないんですよ。バグをなくすのはプログラマーの使命。リードプログラマーのコレカドユージは限界を感じていた。それは2月18日のリーダー会議でのことだった。安定化したものを出します。でそれ出さないと絶対終わりません。だからそれは出すって言ってるやんか。いやだから出すからそれ出すために一回手を置きませんかみんな。これ出した後に今ずっとやってたら3月末も多分ダメですわ。商品を確実に発売するためコレカドは修正作業の中断を提案した。それとでは出されへんからね。だってそうですね。でも全部今のままやってたら上がらないと思います。だからねこんだけ上がってきましたっていうそのやり方がおかしい。やり方おかしいんですよ。更新の仕方がおかしいからそれ直さな進まへんやんか。そういう議論ないもんだって。最後はできませんって言ったらしまいやんか。だって自分でできませんってそこやる変えたい自分らやんか。だってだからそこ変えたいんで。いやだからそれは譲歩せなあかんのでなんでバグってんのか知りたい。おかしいね。だってでも手動かしたら絶対バグりますよ。それは人ですもん。そんなこと言ったら物なんか作られへん。いやだからそれは絶対やっちゃいけないことなんですけどもコストとして計算しておかないと商品が危ないんですもん。それはクオリティを上げたい監督とデータを安定させたいプログラマー、それぞれの立場がぶつかり合う。でもそうだと思いますよ監督的には。でやっぱり監督の方はそこはどんどん言っていただいてですね。でも私らプログラマーはそれを止めてでも安定したバージョンを作らなくちゃいけないんでそこでやり取りしながら一番いい落としどころを見つけていかなくちゃいけないんで仕方ないですねこれは。みんな早く焼けたよ。妥協はしない。時間の許す限り極限までクオリティを高め続ける。それが小島秀夫のゲーム制作だ。2月25日この日重要な発表があった。水曜日ぐらいまでチェック修正繰り返します。で木曜日もしここで大きな修正がなかったらもうそれを金曜日にマスタリングしてファーストマスターは終わります。ファーストマスターとはハードメーカーに提出するディスクのこと。このディスクをもとにさまざまな検証が行われる。バグが発見されれば
マスターは再提出になる。だが社内の雰囲気は奇妙に明るい。小島監督にその理由を聞いた。ランナーズハイじゃないんですけど、ゲーム開発ハイみたいな状態になる時があって、もう楽しくてしゃあないんですよね。だからまあ予定は予定であるんですけど、眠たくもなければどんどん仕様を入れて面白くして、次の日また面白くなってるんで、それは一人一人の意識として残るとすごいパワーになるんですよ。時間の許す限りクオリティを上げ続けるスタッフたち。空の色味をちょっと再調整してました。3度目の正直で滑り込みで調整させてもらってます。当然面白くしたいっていう気持ちはすごく強いので、これはちょっと押せばできそうだと思えばちょっとプログラマーの方に強引にこう割って入って無理やりお願いするということもあります。僕はプログラマーなんで、バグは当然直しますけど、その他にも自分でここみっともないなみたいな部分は、ギリギリだろうと直したりしています。ゲームってもう最後の最後にこうまとまってくると出来上がっていくものなんで、ちょっとこう出来上がってくるとテンション上がってきますよね。製品のスケジュールを見て立ち止まることも一つの勇気だとは思うんですけど、でもそれをもし頑張って入れられるものならいいものになるって時に、できるだけいいものにしたいっていうのはやっぱりどうしてもスケジュール関係なく出てきますよね。その思いがゲームのクオリティを急速に高めていく。なんかすごいあそこはですね、ヘリに乗ってるスネークの顔が一瞬、MGS1 の方のローポリゴンの顔から始まるというちょっとした小ネタなんですけど、とりあえず何でもいいからやってみようということでスタッフに依頼したんですよ。そして1時間後ぐらいに「できました」とかいきなり言われて、で見に行ったらなんかモーフィングみたいな感じで、サクッとできてるんですよ。あっこから始まる。モーフィング？違うあっこから始まる。ふわって言った時にもう顔が出てヒュッと変わるから。最初のサニーちゃんの声はなんかちょっとすごく心を閉ざしてる感じで、あと割とこうドスの効いたというか低い声だったんで、表情もそれに合わせてちょっと暗い感じの、ムッとしたような顔だったんですけど、2回目はちょっともっと悲しそうなっていうか寂しそうな顔になったし、笑うところももっと柔らかい感じの笑い方になったんで、もっと可愛く見えるようになったと思います。やはり時間も労力もかかったので、その東欧のラスト、米軍がリギッドを囲むところをちょっと見ていただきたいなと。表示しているキャラ数ですとか、あとエフェクト数、あと街並みもかなり大掛かりなものになってまして、かなり大変な作業にはなったんですが、なんとかメタルクオリティのものに達しているものが出せたかなと自分では自信を持ってます。メインはシャドウモセスのステージリーダーということで、ステージをまとめさせていただきました。雪の質感があんまり出てなかったんで表情をつけてって、空も吹雪と雰囲気がすごく合うようにしています。一人一人の粘りがゲームをより面白くしていく。そして2月29日この日無事ファーストマスターが完成した。3月10日、この日は初めて海外メディアを招いてのモニター会。世界中のプレスが驚きの声を上げる。小島監督はパーティーにサプライズ登場。本当に人を驚かせるのが好きな人だ。最後にこんな質問をぶつけてみた。
まだちょっと決めてませんけど、若いクリエイターにディレクションを委ねて、僕は一歩引きながら、新しいメタルギアの誕生をこう一緒に見ながらっていう、そういうイメージ。次回は、プロデュースをしながら、自分のゲームはオリジナルの全く新しいものを、それこそ10年ぐらい前の企画なんですけど、それが一番濃いんですよね、実現するとしたら。どうやって作ろうかなとか、あるいはその背景をもっと調べないといけないんで、いろんな本も読まないといけないですし、取材もしないといけないんで、それをこういろいろ考えながらやってるとこう時間がすぐ経ってしまうんで、まあなるべく考えないように、今はメタル本のことだけ考えながらっていう感じです。小島監督は本作でメタルギアを離れ、新たなゲーム開発に向かう。だがメタルの遺伝子は語り継がれ、次の世代に受け継がれるだろう。花が種をまくように思いは残される。